こんにちは、月島です。前回まででトータルミックス FX のチャンネルインサートエフェクト、イコライザーとダイナミクスを見てきました。今回はリバーブとエコーのセンドエフェクトの使い方について見ていきたいと思います。目次です。センドエフェクトの使い方、センドエフェクトを使う理由、最後にまとめと次回予告です。それではセンドエフェクトの使い方から見ていきたいと思います。トータルミックス FX におけるリバーブ、エコーはセンドエフェクトのみです。センドエフェクトの考え方は、入力チャンネルに入ってくるボーカルやギターの音を FX チャンネル、リバーブ、エコーにも送ります。これをセンドと言います。送る量は FX センドで決めます。そして音の出口であるメインアウトプットにリバーブ、エコーのかかった音を返します。これをリターンと言い、FX リターンで操作して入力チャンネルの音とミックスする方法です。DAW ではトラックに直接リバーブなどの空間系エフェクトを挿入することもできますが、空間系エフェクトをセンドで使用するのはごく基本的な操作です。私がトータルミックス FX でリバーブ、エコーを使う時のやり方ですが、まず入力チャンネルの FX センドはフルの 0.0 に設定します。次にメインチャンネルの FX リターンでちょうど良いリバーブ、エコーの音量を設定します。リバーブ、エコーの中にもそれぞれボリュームがありますので、これらも使用して微調整をします。また、リバーブやエコーのつまみの役割やパラメーターについての説明は別の機会に動画にしたいと思っていますので、今回割愛します。次はセンドエフェクトを使う理由です。DTM においてリバーブやディレイをセンド方式で使う理由は2つあります。理由1、パソコンへの負荷を抑えることができる。リバーブやディレイといった空間系エフェクトはイコライザーやコンプレッサーに比べてとても CPU、DSP パワーを必要とします。トータルミックス FX の右上に DSP メーターがあり、エフェクトによる負荷を確認できますが、リバーブをオンにすると 25% くらい一気にメーターが上がります。仮にトータルミックス FX に各チャンネルごとにリバーブを個別にインサートする機能があった場合、リバーブを4つ起動すると DSP パワーがいっぱいになり、他にコンプレッサーやイコライザーなどが使用できなくなってしまう可能性があります。これは DAW でも同じことが言えます。とても高いスペックのパソコンを持っている場合は、各トラックに好きなだけリバーブなどを挿入することが可能かもしれませんが、常識的には難しいと思います。理由に、曲の質感を統一できる。これはパソコンでミックスする時のお話になりますが、センド方式で一つの空間系エフェクトに楽曲の各パートの音を送ることにより、その曲の質感を統一することができます。ミックスでは基本的に一つの部屋で演奏している感じに楽曲を仕上げていきますので、センド方式を利用するのは理にかなった方法だと言えます。仮にリバーブを複数使用した場合、各パートでリバーブの設定がちぐはぐだと曲の仕上がりも違和感のあるものになってしまうと思います。以上、2つの理由を挙げましたが、DTM でのミックス作業はパソコンの能力が許す限り自由です。一つの表現方法として、あえて複数のリバーブを設定を変えて使用するのはありだと思います。決してセンド方式でなければいけないということはありませんので、誤解のないようにしてください。次はまとめと次回予告です。リバーブやエコーはボーカルレコーディングには欠かせないものだと思いますので、ボーカリストが気持ちよく歌えるようなセッティングを見つけていくことが必要になります。
また今回の操作ではギターやボーカルのそのままの音が録音されて、エフェクト音自体は録音されません。こんな感じになります。リバーブやエコーのエフェクト音を録音・掛け取りする方法もありますが、設定が少々複雑ですので今回は割愛しました。次回は Fireface UCX2 を Studio One にオーディオインターフェースとして設定し、入力や出力の設定などについても見ていきたいと思います。また次回の動画も見ていただけたら嬉しいです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。